皆さん、こんにちは。みきこです。私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは、日本語勉強中の方向けにお届けしています。日本の文化や私が日々の暮らしから感じていることや体験したことなどを日本語で話しています。スクリプトはホームページに無料で公開していますので、よかったらそちらも見てくださいね。はい。ということで、今日は節分についてお話しします。皆さん、節分って聞いたことがありますか？日本人が節分と聞くと、鬼は外、福は内ですね。ちょうどさっき子供に節分って何って聞いたら、鬼は外、福は内って言って、豆を投げる行事って言っていました。それから、年の数だけ豆を食べる。恵方巻きを食べる。まあ、確かにそうなんですけどね。日本人にはそんなイメージがあるんだと思います。じゃあ、実際節分ってどんな意味があって、どんな行事なのかを今日はお話ししたいと思います。まず、2025年の節分は2月2日です。節分の日付は立春の影響を受けるので、日にちは変わることがあります。ちなみに2024年は2月3日でした。それから立春というのは春の始まりの日の前日にあたります。冬から春に変わるときっていうことですね。日本では四季の移り変わりがはっきりしているので、季節の変わり目を大切にする文化があります。そのため、節分は特にそれを意識している行事の一つです。はい。では、次に節分の背景についてお話しします。昔の日本では、季節が変わるときには邪気、つまり悪いものが入ってくると考えられていたんです。ですので、邪気を追い払って新しい季節を迎えるための行事が行われていたんです。節分はその一つです。特に家族や地域の平和を守るために、鬼という象徴的な存在を追い払う習慣が生まれました。節分という言葉の意味にも少し触れてみましょうかね。節は季節を表し、分は分けるという意味です。つまり、季節の変わり目ということですね。現在では主に春の節分が有名ですが、昔は他の季節の節分も行われていたそうですよ。例えば、立夏、立秋、立冬の前日も節分と呼ばれていたようです。でも、今の節分の行事は春だけですけどね。春の節分が特に重視されるようになったのは、農耕文化の中で春が新しい一年の始まりと考えられていたからだと言われています。はい。では、現在の節分はっていうところを話していきたいと思います。一番有名な行事は豆まきです。家の中や外で鬼は外、福は内と声を出しながら豆をまきます。鬼というのは悪いものの象徴で豆を投げることで追い払います。豆はいった大豆を使います。なぜいった大豆なのかというと、芽が出ないようにするためだそうですよ。芽が出ると悪いものが戻ってくると考えられていたからです。面白いですよね。それから自分の年の数だけ豆を食べるという習慣もあります。
例えば25歳なら25個、30歳なら30個です。ちょっと30歳以上になったらきつそうですね。年の数だけ豆を食べるということは、健康と幸せを願うという意味があります。それから恵方巻きを食べる習慣もあります。恵方巻きというのは太い巻き寿司のことです。その年の恵方、つまり縁起のいい方向を向いて黙って食べると願いが叶うと言われています。まあ実際はあんまり黙って食べませんけどね。食卓に出すのでやっぱり家族で喋ってしまいます。節分の日はスーパーやコンビニではいろんな種類の恵方巻きが販売されてるんですよ。刺身が入った伝統的な恵方巻きから揚げ物などが入っている恵方巻きまでありますよ。家族や友達と一緒にスーパーに行って選ぶのも楽しいかもしれませんね。節分には他にも面白い習慣があるんですよ。例えば豆まきの時に実際に鬼のお面を作って被ることもあります。鬼役と豆をまく人役に分かれて遊びます。鬼のお面は手作りもできるし、お店で買うこともできます。節分の時期は豆を買うとおまけに鬼のお面がついてきます。無料ですよ。節分ってもともとは邪気を払うというところから来た習慣ですが、今では家族や友達と一緒に楽しめる行事になっています。日本の文化や季節を感じるいい機会なので、皆さんも自分の国でできることがあったら、ぜひやってみてください。2025年は2月の2日ですよ。鬼のお面はインターネットでダウンロードできます。大豆はきっとどこの国にも大体ありますよね。お面をかぶって豆まきをして楽しんでみてください。恵方巻きも海苔とご飯と好きな具材があれば、それを挟んで巻くだけでもそれっぽくなりますよね。日本食屋さんがあればもちろん買ったらいいですけどね。ちなみに2025年の恵方は西南西だそうですよ。はい。ということで今日はここまでです。ほなまたね。